榊帽子の配管工、マリオ。彼はデビュー以来、ゲーム界の絶対王者として君臨し続けています。そして、そんなマリオの牙城を崩さんとする青木ハリネズミ、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。彼らはゲーム業界きってのライバルとして、主に欧米で熾烈なシェア争いを繰り広げました。そんな二人が、まさか手を取り合うことになるなんて。2007年11月、なんと、マリオとソニックが共演する、夢のゲームが発売されます。その名も、マリオ&ソニック@北京オリンピック。実際の北京オリンピックと同時期に発売された、スポーツゲームです。任天堂とセガ、両者の看板キャラクターが共演したこのゲームは、世界中で大反響。商業的にも大成功を収めました。かつてライバルだった二人は、なぜ手を組むことになったのか。そして、2020年を最後に新作が出なくなった理由とは。今回は、マリオとソニックが夢の共演を果たした作品、マリオ&ソニックシリーズの開発秘話と、進化の歴史をご紹介しましょう。マリオ&ソニックシリーズの一作目、マリオ&ソニック@北京オリンピックは、2007年11月に発売されました。任天堂のマリオと、セガのソニック。2体の大人気キャラが共演した今作は、世界中で大きな反響を呼び、商業的にも大成功。全世界で1000万本以上を売り上げます。この夢のコラボ作品は、一体どのようにして生まれたのでしょうか。今作誕生のきっかけとなったのは、この約6年前、2001年に起こったある大事件です。この年の3月、ゲーム業界に衝撃が走りました。なんとセガが、ゲーム機事業からの撤退を発表したのです。セガは1983年、SG-1000というマシンを引っ提げて、ゲーム機業界に参入しました。そしてその後、メガドライブやセガサターンといった名作ゲーム機を生み出すことになります。特にメガドライブは、欧米市場で任天堂のスーパーファミコンと互角に戦ったこともあるぜ。我らがソニックのデビュー作も、このメガドライブから発売されていますね。そしてセガサターンの方は、日本市場で好調な売り上げを記録。国内売り上げで比較すると、なんと任天堂の64を上回っています。日本だと、セガのゲーム機といえばセガサターンを思い浮かべる人が多いかもしれないな。名前もわかりやすいですしね。このように当時のセガは、任天堂と互角に戦えるほどのゲーム機メーカーでした。ですがこの頃のゲーム機市場には、任天堂の他にもう一人、とてつもないライバルがいたのです。その名も、ソニーのプレイステーション。ソニーは1994年に、プレイステーションを引っ提げてゲーム機市場に参入しました。そしてそのまま、業界トップに躍り出ることになります。とんでもない大型新人が出てきたな。せっかく任天堂と戦えるようになってきたのに。実はセガサターンは、プレステとほぼ同じ時期に発売されています。最初こそプレステより好調な売り上げを記録していましたが、時が経つにつれて徐々にその差を埋められ、2年後の1996年についに逆転。それ以降は、差を広げられる一方でした。もはや、セガサターンでは勝負にならない。そう考えたセガは、起死回生を狙って、次世代機の開発をスタートさせます。その名も、ドリームキャスト。CG の描写を進化させ、さらには、インターネットを使ったオンライン機能まで備えた、最新ゲーム機です。またソフトも、当時人気だった格闘ゲーム、バーチャファイターの続編や、ソニックシリーズ最新作であるソニックアドベンチャー。さらには、人面魚のような謎の生命体と会話するゲーム、シーマンなど、数多くの話題作を取り揃えました。しかし、このドリームキャストが原因で、セガはゲーム機事業から撤退する羽目になるのです。実はこのドリームキャストは、発売前からある大きな問題を抱えていました。使用していた一部の部品がなかなか確保できず、十分な量が作れなかったのです。つまり、発売前から品薄状態だったわけですね。ドリームキャストは1998年11月に発売されましたが、案の定すぐに供給不足に陥ります。さらにその翌年には、販売数を稼ぐために無茶な値下げを行ってしまい、なんと1台売るごとに1万円の赤字となる状態に。そんな状態の中、2000年にソニーがプレイステーション2を発売します。これがとどめとなって、セガはドリームキャストの製造中止と、ゲーム機事業からの撤退を決めることになるのです。せっかくいいゲーム機を作ったのに、どうしてこんなことに。ところがここから、セガの運命が大きく変わっていきます。ゲーム機事業から撤退したセガは、ゲームソフトの開発に専念するようになりました。ですが、もうセガのゲーム機はないので、他社のゲーム機用にソフトを作らなければなりません。選択肢として挙がったのは、ソニーのプレステ2、マイクロソフトの Xbox、そして、任天堂のゲームキューブなど。例えばシーマンやバーチャファイターは、その後プレステ2から、移植版や続編が発売されることになります。一方でソニックの開発チームが選んだのは、なんと長年ライバルとして争ってきた、任天堂のゲーム機です。セガのハードがないんだったら、任天堂のハードで、マリオと同じ土俵に立ちたい。ソニックはマリオに対抗すべく生み出され、実際開発チームのメンバーも、常にマリオや任天堂をライバル視してきました。ですが一方で、誰よりも任天堂を意識していたからこそ、その凄さや魅力を人一倍理解していたのです。そしてソニックの開発チームは、2001年の12月、元はドリームキャストから発売していたソニックアドベンチャー2というタイトルを、任天堂のゲームキューブ用に移植します。この出来事がきっかけで、セガと任天堂の距離が一気に縮まったのです。
このソニックアドベンチャー2は、ゲームキューブから発売されたことで一気に知名度が上がったぜ。これでソニックに初めて触れた人も多いんじゃないかな。こうして、任天堂からソニックのゲームを出すことになったセガですが、彼らは次第にこんなことを考えるようになります。ソニックとマリオで、何かゲームが作れないだろうか。そこでソニックの開発チームは、ソニックとマリオが共演するアクションゲームを考案し、任天堂側にプレゼンしに行きました。ですが残念ながら、この時の提案は頓挫することになります。その理由は、ソニックとマリオは世界観が違いすぎるため、同じ舞台に立てないだろうというものでした。確かにこの二人は、デザインの方向性すら全然違うもんな。ソニックとマリオが共演するには、この二人が一緒に立ってもおかしくない舞台が必要。そんなものあるのだろうか。ソニックとマリオが共演するには、あまりにも高い壁がありました。ところが、ある出来事がきっかけで、物語は大きく動き出します。きっかけとなったのは、セガがオリンピックゲームのライセンスを取得したこと。そのことを受けて、セガでオリンピックを題材としたスポーツゲームが開発されます。そしてその開発中に、こんな考えが浮かんできたのです。オリンピックという舞台であれば、ソニックとマリオが共演できるのでは。そこでセガは、今度はソニックとマリオが共演するオリンピックゲームの企画書を作り、再び任天堂側にプレゼンします。すると返ってきた答えは、実際にマリオとソニックが、オリンピックをやっている姿を見て判断したい、というものでした。前回はプレゼンした時点でダメだったのに対し、今回は様子が違います。これは、いけるかもしれない。セガの開発チームは、すぐに実際に動くデモゲームを作成し、再び任天堂側に提案。その結果、見事任天堂からもゴーサインが出たのです。こうして、マリオとソニックが共演する、夢のゲームの開発がスタートしました。オリンピックという舞台があったからこそ、このコラボレーションが実現したんだな。今作の開発スタッフも、オリンピックという舞台がなければ、コラボできていなかったと話しています。ですが、なんとか企画をスタートさせることができたものの、その開発は一筋縄ではいきませんでした。ソニックとマリオの夢のコラボ。その舞台は、4年に一度のスポーツの祭典、オリンピックに決まりました。しかしその開発は、様々な苦難の連続だったのです。中でも開発チームを悩ませたのは、キャラのサイズ問題。マリオもソニックも、キャラごとのサイズがあまりに違いすぎて、同じ競技をさせた時の違和感がすごかったそうです。例えばマリオやソニックに対し、敵キャラのクッパやエッグマンの体が大きすぎる。特にエッグマンは、手足のリーチが全然違います。こうして見ると意外とスタイルいいんだな。腹以外は、そのため例えば陸上競技だと、各キャラクターとレーン、ハードルなどのサイズ感を調整するのにめちゃくちゃ苦労したそうです。クッパとエッグマンが並んだらリュウルーだし、逆にヨッシーとエミーが並ぶとスカスカになる。そのあたりを違和感なく描写するのに、とんでもない労力がかかったみたいですね。他にもフェンシングでは、エッグマンの腕を少し曲げるなどの工夫を施し、なんとか全てのキャラクターが対等に戦えるよう調整しました。しかし、このようにキャラクターごとに専用の動きが必要になったことで、作業量がとんでもないことになっていきます。今作には全部で16体のキャラ、20種目以上の競技が登場することになっていました。普通の人間が競技するゲームだったら、動きのモーションを使い回すこともできたでしょうが、今作はそうはいかない。そのため、ほとんどのモーションを一から作り上げる羽目になったそうです。想像しただけでパンクしそう。また、各キャラに固有の問題もありました。中でも大きな問題となったのは、ソニックが泳げないこと。そのため最初は、ソニックは水泳競技に参加できないということになっていたそうです。しかし、ソニック側の主役が、オリンピックの花形である水泳に参加しないわけにはいかない。そこで調整の末、ソニックはライフジャケットを着用して走るように泳ぐということで、なんとか水泳競技に参加できるようになりました。ソニック頑張って。他にも、例えばクッパが走り高跳びをしようとすると、甲羅が邪魔で飛べません。そこでクッパが走り高跳びをする際は、他のキャラと違う飛び方をするように調整されます。調整することいっぱいだな。この開発の中で、スタッフたちはこんなことを思ったそうです。このキャラクターたちは、そもそもスポーツに向いてない。それは草。とはいえ、始めたからには一切の妥協を許さないのがプロというもの。気の遠くなるような調整作業を続け、徐々にゲームが完成に近づいていきます。そして、2007年11月。ついに、マリオとソニックがコラボした夢の作品、マリオ&ソニック@北京オリンピックが、Wii から発売されるのです。そしてその2ヶ月後には、DS 版のゲームも発売。これら2本の作品は、開発チームが細部にまでこだわり抜いたおかげで、非常に完成度の高いゲームになっていました。例えば今作は、オリンピックの公式ライセンスを取得して作られたゲームなので、会場のデザインなどがかなりリアルです。またそれに加えて、ボリュームも凄まじい。さっきも言ったように、今作には全部で16体のキャラ、20種目以上の競技が登場しますが、ただ数が多いだけではありません。例えば今作に登場する、100メートルと400メートル走。この2種目は単に距離が違うだけでなく、400メートル走の方には、スタミナという要素が追加されています。つまり、100メートル走はとにかく速く走ることが目的であるのに対し、400メートルになると、スタミナ管理も求められてくるんですね。
実際の陸上競技でも、距離が長くなるとスタミナ管理が重要になってくるもんな。それがうまくゲームに落とし込まれてるわけか。他にも水泳の100メートル自由形では、各キャラごとに泳ぎ方が違っていて、それに伴い操作方法も変わってきます。このように、種目やキャラごとに違ったゲーム性を用意することで、ゲームとして飽きが来ないように工夫されているんですね。また今作には、ドリーム競技というオリジナル要素が追加されています。通常の競技は本物を忠実に再現していますが、このドリーム競技は、何でもありのお祭りゲーム。例えばドリームレースという競技では、まるでマリオカートのようなレースが楽しめちゃいます。これめっちゃ楽しそう。この他にもミッションモードという要素も搭載されていて、ここでは各競技を通じて色々な指令をクリアしていきます。このミッションモードのおかげで、みんなでも一人でも楽しめるゲームに仕上がっていましたね。また Wii 版では Wii リモコン、DS 版ではタッチペンを利用した体感型のゲームになっていたことも相まって、今作は主に子供がいる家庭で大ヒット。Wii 版と DS 版を合わせて、全世界で1000万本以上を売り上げました。そして今作の成功をきっかけに、このマリオ&ソニックはシリーズ化することになります。さらにシリーズを追うごとに、様々な進化を遂げていくんですね。例えばシリーズ2作目の、マリオ&ソニック・アット・バンクーバー・オリンピックでは、実際にバンクーバー・オリンピックで行われた、ほぼ全ての競技が収録されました。また使えるキャラクターも増えて、マリオからはクッパジュニアとドンキーコングが、ソニックからはシルバーとメタルソニックが参戦。さらに今作から、Wii 版と DS 版がしっかり差別化されるようになります。Wii 版は大人数で遊ぶパーティーゲームに特化し、逆に DS 版の方は、一人でも楽しめるようにストーリーモードが追加されたんですね。マリオとソニックのキャラが色々な絡みを見せてくれるため、このストーリーモードは、各シリーズのファン必見の内容になっています。おお、テイルスとマリオが喋ってる。その後もシリーズの進化は続き、2011年に発売した、マリオ&ソニック・アット・ロンドンオリンピックでは、競技数が31種類まで増加。ドリーム競技も全て一新されて、めちゃくちゃパワーアップしました。もはやオリンピックとは。そして2013年発売のアットソチオリンピックでは、ハードが Wii U になってグラフィック面が向上。さらにシリーズで初めて、オンライン対戦が可能になりました。冬のオリンピックのリプレイ映像、迫力があって好きだな。そして2016年発売のアットリオオリンピックでは、さらに大量の新キャラが登場。マリオのロゼッタや、ソニックのルージュといったファン待望のキャラも多数参戦しました。ですが、特に 3DS 版では種目ごとに使えるキャラが制限されてしまったため、この点はファンから不評でしたね。一方で、今作はアーケード版も制作され、実際のオリンピックの選手村に設置されたりもしました。選手たちも遊んでたのかな。このように色々な進化を遂げながら、計5作のゲームが作られてきたマリオ&ソニックシリーズ。2018年のピョンチャンオリンピックでは制作されませんでしたが、続く2020年、自国開催となった東京オリンピックで、ついに集大成を迎えるのです。夏のオリンピックとしては2度目の自国開催となった、東京オリンピック。コロナの流行で2021年に延期されましたが、元は2020年に開催される予定でした。そしてそれに先駆けて、2019年11月、約3年半ぶりの新作となる、マリオ&ソニック・アット・東京2020オリンピックが発売されました。マリオ&ソニックが始まってから初の自国開催ということで、今作はまた一段と気合が入った作品に仕上がっています。まずオープニングから力が入ってますね。スカイツリー、浅草、都庁、東京駅、渋谷と、東京の名所がすごい再現度で描写されます。これはめっちゃテンション上がる。そして今作には、通常のオリンピック競技が20種類、ドリーム競技が3種類。そして、1964年競技が10種類と、全部で34種類の競技が収録されています。すごい、めちゃくちゃ多いな。でも、1964年競技ってなんだ？この要素が、今作最大の特徴と言っても過言ではありません。なんと今作には、日本で行われた初のオリンピック、1964年東京オリンピックの競技も収録されているんです。しかもこの競技を遊ぶ際は、登場キャラクターがデビュー当時の姿に戻るんですね。うわぁ、懐かしい。なんて粋な演出なんだ。このキャラが競技する姿も、めちゃくちゃ可愛くて大好きですね。もちろんキャラクター以外の部分にもすごくこだわっていて、例えば収録されている競技は全て、実際に1964年の東京オリンピックで行われたものから選出されています。また競技中の実況も、当時の音声を忠実に再現。そしてなんと映像についても、アナログ TV モードという、昔のテレビを再現した演出が用意されています。このモードをオンにすると、画面が昔のブラウン管テレビのようになるんですね。昔にタイムスリップしたみたいだぜ。また今作は、ストーリーモードも充実しています。今作のストーリーでは、2020年と1964年、2つの時代の東京を行き来することになります。そしてなんと、各時代の観光名所を訪れることができるんですね。特に2020年のマップの方は、街の再現度がめちゃくちゃ高いです。リアルな東京の街を、マリオとソニックのキャラが観光してる。シリーズファンからすると、夢のような光景が広がっていましたね。発言もリアル。そしてもちろん、各競技のクオリティは今作でも抜群です。
おなじみの陸上競技や水泳に加え、今作では、実際の東京オリンピックで初めて採用された競技。空手、スポーツクライミング、スケートボード、サーフィンが追加されています。またほとんどの競技で、ジョイコン操作とボタン操作が選べるようになったので、非常に遊びやすくなりました。ソニックが道着着てる。競技ごとに服装が変わるのも、今作の大きな特徴ですね。これまでは、女性キャラや水泳の時以外は、みんないつも通りの格好をしていたのですが、今作では競技ごとに着替えてくれます。これがまた可愛くて最高なんですよね。服装変わるだけで一気にそれっぽくなるな。ただ一方で、今作はみんなで遊べるモードがワンマッチ、競技を一つずつ遊ぶモードしかありません。過去作にあったような、複数の競技を遊んで総合得点を競うモードはなくなってしまいました。またドリーム競技の数もわずかに3つと、最盛期の半分以下になってしまっています。そのため、みんなで楽しむパーティーゲームとしては、少々物足りない作品でしたね。でも競技の遊びやすさとか、キャラの描き方が進化してるのは間違いないぜ。これをベースにして、次のオリンピックではパーティー要素も進化させたら、神ゲー間違いなしだな。それは間違いないですね。次があったらの話ですが。急に不穏。2024年7月、マリオファンとソニックファン、双方にとって衝撃的なニュースが流れてきたのです。2024年7月、東京大会から3年の月日を経て、パリオリンピックが開催されます。しかし、オリンピックがいくら近づいてきても、マリオ&ソニックの情報は一切出てきませんでした。いつもオリンピックの9ヶ月前くらいにはゲームが発売されてたのに、一体何があったんだ。確かに何の音沙汰もないのは変でしたが、一方で冬季オリンピックの方では、これまでにもマリオ&ソニックが出ない年はありました。そのため、今回はゲーム出さないんだな、くらいに思っていたファンが多かったと思います。ところが、パリオリンピック開催後に、衝撃的なニュースが飛び込んできたのです。以前、マリオ&ソニックの開発に携わっていたスタッフが、こんな投稿を出しました。マリオ&ソニックは、2020年の東京オリンピックをもって、シリーズ終了となった。なんだってその後様々なメディア媒体からも、マリオ&ソニックシリーズが終了したというニュースが報道されました。それらニュースの内容を見ると、シリーズ終了は IOC、国際オリンピック委員会の意向だそうです。もともとマリオ&ソニックは、IOC が出している公式ライセンスを取得して制作されていました。そのライセンスが2020年に失効したらしいのですが、その際、IOC が契約更新をしなかったのだそう。どうやら IOC で方針転換があって、マリオやソニックなど他社のキャラクターとは、あまり絡まないという方針になったそうです。またマリオ&ソニックのようなパーティーゲームではなく、e スポーツへの展開などに力を入れ出したという事情もあるようですね。この動画を出した時点で、まだ IOC 側からの発信はありませんが、いずれにしてもマリオ&ソニックシリーズが終了してしまったことは間違いなさそうです。そんな、もうお祭り感が味わえないなんて。これは正直、今年一ショックなニュースだったかもしれないです。ですが、一度終了したシリーズであっても、時間が経ってから復活することもよくあります。幸いオリンピックは今後も続いていくでしょうから、そのどこかでマリオ&ソニックが復活する可能性もあるのではないでしょうか。オリンピックが続く限り、またマリオ&ソニックを遊べる可能性はあるってことだな。いつになるかわかりませんが、私はいつまででも待ちますよ。みんなで一緒に、マリオ&ソニックの復活を祈ろうぜ。以上、マリオ&ソニックシリーズの解説でした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。